今日は大根の醤油千枚漬けを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、大根の醤油千枚漬けを作りたいと思います。通常ね、千枚漬けは甘酢漬けなんですけれども、今回は醤油タイプの千枚漬けを作っていきたいと思います。さらにですね、大根の皮を使った簡単レシピもご紹介していきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。大根、昆布、唐辛子、お醤油、お酢、お砂糖、塩、蜂蜜、お水。今回はこちらの材料で作っていきます。まず大根なんですが、大根はですね、できればこのように下の部分を使っていただくといいかなと思います。大根の上の部分はですね、結構甘みが強いので煮物とかがおすすめです。さらにですね、こちらの下の部分に関しましては少し辛みがあって、かつですね、水分量が少ないので、その分味が染み込みやすくなります。そして味付けのポイントは蜂蜜です。蜂蜜を少し加えていただくとコクが加わって美味しい仕上がりになります。大根のね、グラムに関しましては目安としてはだいたい500から 600g ほど用意してください。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきたいと思います。まずはじめに大根の皮を剥いていきます。今回ね、大根の皮は少し厚めに剥いていきます。そうすることで味がね、馴染みやすくなります。まずだいたい5センチ幅ぐらいで切っていきます。そして大根の皮を剥いていきます。このぐらいの厚みで剥いてみてください。この時ね、手を怪我しないようにだけ十分に注意してください。はい、こんな感じで剥きます。この大根の皮もね、食べれるので、こちらはね、後ほど簡単なレシピをご紹介していきたいと思います。なのでこの皮もね、残しておいてください。では残りも同じように皮を剥いていきます。はい、このように皮を剥きます。そしたらこちらをね、スライスしていきます。今回ちょっと薄めにスライスしていくので、こういったスライサーを使っていきます。もしない場合は包丁でできるだけね、薄めにスライスしてみてください。包丁で切るときはね、こうやって転がるので手を怪我しないようにだけ十分に注意して行ってください。それではね、スライスしていきます。手を怪我しないように十分に注意してください。このようにね、大根が短くなってきたら必ずこういったね、安全装置を使ってスライスするようにしてください。はい、このようにね、スライスしてください。では残りも同じようにスライスしていきます。はい、このようにスライスしてください。厚みなんですが、このぐらい薄くてもいいですし、もうちょっとね、厚みがあってもいいかなと思います。こちらの厚みはね、お好みでやってみてください。ただあんまり厚すぎるとね、味の染み込みがちょっと悪くなるので、その場合は漬け込み時間をね、調整してください。そしたらですね、こちらに塩を振ります。そして全体になじませてください。そして全体に馴染んだら、このまま10分置いて大根から水分を出したいと思います。それではですね、大根を10分置いている間にまず昆布を切っていきます。昆布はですね、切る前にですね、ペーパーを水で濡らして、そして表面をね、軽く拭いてください。あまり拭きすぎるとね、旨味も取っちゃうので、優しく拭く感じで OK です。そしたらですね、だいたい1センチから2センチ幅ぐらいで切っていきます。昆布がね、ちょっと硬くて切れない時はコンロで軽く炙っていただくとね、切りやすいと思います。このように切ったらまた半分に切ります。はい、昆布はね、大体で大丈夫です。このぐらいの大きさに切っておいてください。それでは続いて唐辛子です。まずこちらをね、半分に切ります。そして種を取り除いてください。今回ね、唐辛子入れてるんですが、辛いのが苦手だったりお子様が召し上がる場合はこの唐辛子は抜いていただいて OK です。そして唐辛子をね、輪切りにしましょう。はい、唐辛子はこのように切っておいてください。それでは続いて漬けだれもね、作っていきます。まずね、小鍋にお水を入れてください。
続いてここにお砂糖と、あとは蜂蜜も加えます。そしたらですね、これで一度火にかけてください。火加減中火ぐらいです。このように軽くかき混ぜながら一度沸騰させてください。はい、沸騰しました。沸騰したらここにお酢と、あとはお醤油を加えます。そしてこのままですね、鍋肌が少しふつふつするまで加熱してください。沸騰させてしまうとお酢のね、酸味が結構飛んでしまうのと、あとはお醤油の風味も変わってしまいますので、沸騰直前でね、火を止めてください。はい、OK です。そして火を止めたら先ほど切った昆布と、あとは唐辛子を加えてください。そして使うまでこちらをですね、軽く粗熱を取っておいてください。はい、今ね、大根を置いてから10分経ちました。そうするとね、このように水が出てくると思います。そしたらですね、一度こちらの水分をしっかり絞ります。この時ね、水洗いはしなくて OK です。絞った大根はね、漬ける容器の中に入れましょう。では絞っていきます。絞る時もこう何枚かね、取っていただいて、このように重ねて手のひらに置いて、あとは指を押さえつけるように、このようにしっかり絞ってください。こんな感じです。そして容器の中に入れましょう。ちょっとね、広げながら入れてください。ちょっとね、白々で分かりにくいかもしれないんですが、こんな感じで大根を広げながら入れてみてください。それでは残りも同じようにね、しっかり水分を絞っていきます。はい、で今ね、半分ぐらい絞り終わったんですが、半分ほどね入れたら、ここに漬け汁をね、半分入れてください。はい、こんな感じでね、半分だけまず入れましょう。そうすることでね、味のムラがなくなります。では残りも絞っていきます。はい、絞り終わりました。そしたらですね、残りの漬け汁を入れてください。はい、 OK です。そしたらですね、表面にピタッとラップを貼り付けてください。そうすることで上の部分もね、しっかりつけることができます。はい、 OK です。まだ漬けだれが温かい状態なので、しっかりね、常温で冷まして、その後冷蔵庫で1時間漬け込んでください。はい、1時間漬け込み終わりました。ラップを外します。このように美味しそうに使ってます。この漬け込み時間なんですが、お好みがあると思いますので、少し味見をしていただいて、もう少し濃くしたい場合はそのまままた漬け込んでください。これで完成です。それでは続いて大根の皮を使った簡単レシピをご紹介していきます。今回は簡単なね、炒め物を作っていきたいと思います。材料はこちらです。大根の皮、鰹節、お醤油、みりん、鶏ガラスープの素、ごま油、黒胡椒、こちらの材料で作っていきたいと思います。鶏ガラスープの素に関しましては、お好みでコンソメで作っていただいても美味しいと思います。ということで早速こちらの材料で作っていきます。では作っていきます。まずはじめにですね、大根のこちらの皮をですね、細切りにしていきます。だいたい5ミリ幅ぐらいで切ってみてください。はい、このようにね、細切りにしてください。そしたらですね、炒めていきたいと思います。まずフライパンにごま油です。そして火にかけます。火にかけたら大根の皮を入れてください。はい、そしてこのまま中火で炒めていきます。はい、これでだいたいね、半分以上火が通ったら、ここにみりんと、あとは鶏ガラスープの素を加えてください。そして炒めます。はい、でこのようにね、皮がしんなりしてきたらお醤油と、あとは黒胡椒、そして鰹節を加えてください。そして炒めます。全体的に馴染めば OK です。これで簡単な炒め物の完成です。ぜひね、こちらも合わせて作ってみてください。はい、これで大根の醤油千枚漬けの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにしっかり味も馴染んで美味しそうに仕上がってます。そしてこちらが大根の皮を使った炒め物です。この炒め物もすごく簡単なので、ぜひ合わせて作ってみてください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。味がしっかり馴染んでてすごく美味しいです。そして薄くスライスした大根がシャッキシャキです。
昆布のね旨味も効いててすごく美味しいです。ではね、大根の皮で作った炒め物もいただきたいと思います。いただきます。鰹節と黒胡椒の相性が抜群です。この大根の皮はね、歯ごたえがすごくいいですね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の大根の醤油千枚漬けのポイントです。まず大根に関しましてはだいたい500から 600g ぐらいを目安に作ってみてください。使う部分に関しましてはできればね、下の方が味がね馴染みやすいので下の部分を使っていただくといいかなと思います。そして大根に関しましては少し厚めに皮を剥くようにしてください。厚めに皮を剥いて筋の部分を取り除いていただくことで味が馴染みやすくなります。そして皮を剥いた後はスライサーでね薄めにスライスしてください。薄くすればするほどね味が馴染みやすくなります。もしない場合はね包丁でも大丈夫なんですが、包丁で切る時はねできるだけ薄めに、かつ手を怪我しないようにだけ十分に注意してください。どうしてもねちょっと厚みが出てしまった時はその分漬け込み時間を長くしていただければ大丈夫です。そして切り終わった大根に塩をまぶして10分置いた後はしっかりめに水分を切るようにしてください。ここでね水分が残ってると味が薄くなってしまいますので注意してください。あとはですね漬け込むだけなんですけれども、まず半分大根を絞り終わったら一旦漬け汁を入れてください。そうすることで中心部分にもねしっかり味をなじませることができます。あとは残りの大根を入れて残りの漬け汁を入れて表面にピタッとラップを貼り付けて漬け込んでください。漬け込み時間はですね今回1時間にしてるんですけれども、こちらはお好みでね調整してみてください。日持ちなんですけれどもだいたい 2,3 日ぐらいを目安に召し上がっていただけたらと思います。そして今回はですね余った大根の皮を使った簡単な炒め物も作りました。こちらもすごく簡単なのでぜひ合わせて作ってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は大根の醤油千枚漬けを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。